皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。ウクライナ軍によるロシアの戦略資源に対する遠距離攻撃が今日もまた成功しています。今回の攻撃箇所は2箇所。ロシアのサラトフとノボクイビシェフスクの石油精製所、さらにはウラルの石油生産ステーションについても攻撃を行ったとウクライナ参謀本部が報告しています。こちらの映像は住民が撮影したもの、ドローンが施設に対する攻撃を行ったまさにその瞬間を捉えた映像です。こうした攻撃の結果として施設が炎上し、周辺の住民が炎上している様子をスマートフォンで撮影し、インターネット上に投稿しています。ロシア政府当局は、こうした被害の実態がわかる映像については、インターネットに投稿しないよう呼びかけています。しかし、多くの人々があからさまに起こった異常に対して関心を持つのは当然のことであり、このような映像がロシア国内においても拡散することを防ぐことはできません。ウクライナ軍による攻撃による影響について、まずその影響は拡大しています。一つ一つの石油関連施設のそれぞれのシェアといったものは異なり、全体から見れば 1% の石油生成能力がある施設もあれば、4% ある施設などもあります。そのように一件一件の積み重ねによって現在のところロシアの石油生成能力のうちだいたい40から 45% 程度がウクライナ軍の攻撃を受けました。これをもってしてロシアの石油生成能力が半分近くになったといったような解説をする方もおられますが、さすがにそれは表面的な解説に過ぎません。というのもロシア側もやられっぱなしではなく破壊されたものについては復旧工事を進めています。ですからイギリスの経済誌などでは攻撃の成果については一旦置いておくとして、実際の稼働状況などについてはおおむね20から 23% 程度が生成能力として失われているだろうと試算しています。これは攻撃が成功したとしてもどれだけの中核部品を破壊することができたかどうかは施設によって異なるからです。致命的なダメージを受けたところでは炎症が広がってもはや作り直すレベルで手当てしなければならないところもあれば、ロシア国内で生産できる部品をもってして交換作業が終わってテスト操業、そして通常状態へと戻るといったような施設もあることから、一概に攻撃できたからそれをもってして全ての施設が停止したというわけではないのです。ただどっちみち施設が止まっていた期間もあれば、施設を直すためのお金も必要であり、さらにはそのようにして供給側の量が絞られることによって悪影響は拡大しています。まず第一の影響といったものが、そもそもガソリンが届かない地域が発生していることです。ロシア政府はそのような事態に対しておそらく狙って供給を絞っている地域があります。それがロシア軍占領下のウクライナです。ウクライナの東部南部においてはロシア軍が占領しています。それらの地域におけるガソリンスタンドに対する燃料の供給はかなり滞りがちで、各地において売るもののなくなったガソリンスタンドが発生しています。同様にしてクリミア半島やロシア南部などにおいても、ロシアの人口密集地帯からは遠い地域においてはかなり供給量が減っているようです。一方において、じゃあガソリンスタンドで物があるからといって大都市圏の人たちが全く影響を受けていないかといえばそうではありません。そもそも供給量が下がっている状態ですから、ガソリン価格全体については上がっています。ロシア政府はこの値段の上昇に関しては、みんながみんな遠出をする観光のシーズンだったから夏場においてガソリン価格が上がったんだというような言い訳をしているようです。しかし、ロシアは産油国であり、たとえ需要が上がったとしても、それをもってして価格が 10%、20%、30% といった具合にして上昇し続けるという状況は異常であり、ロシア政府の説明はかなり苦し紛れのものだと言えるでしょう。ウクライナ側の遠距離攻撃兵器については、この後、小型飛行機型ドローンから巡航ミサイルへと移行するものとみられます。年末にかけて生産能力の増強を続け、月100発、200発と巡航ミサイルを生産できる体制を整えるとしています。射程距離も従来の遠距離攻撃用のドローンよりも2倍以上に伸びることから、さらに多くの施設を攻撃対象とすることができます。ウクライナ軍によるロシアの戦略資源に対する攻撃に関しては、基本的には今後もより大きな打撃をロシアに与えることでしょう。それでは続いて関連のニュースなども取り上げていきます。ロシアで物々交換拡大、中国車を小麦で決
歳、西側の制裁を受け、もうタイトルの部分でかなり期待できる内容です。ロシアの対外貿易で1990年代以来、初めて物々交換が増加している。西側の制裁を回避しようとする企業が小麦を中国製自動車と交換するなどしているようだ。決済市場の関係者は、中国の銀行は二次制裁リストに載ることを恐れており、ロシアからの資金を受け入れていないと語った。こうした懸念が物々交換拡大の背景にあり、2024年にロシア経済省は14ページにわたる海外物々交換取引の手引きを発行し、制裁を回避する方法を企業に助言した。最近までこのような物々交換への関心は薄かったが、ロイター通信は少なくとも1社の中国企業がエンジンと引き換えに鉄鋼アルミ合金を求めざるを得なくなったと報じた。取引が不透明なため、ロシア経済における物々交換の全体的な金額や量を特定することはできなかったが、関係筋によると物々交換は頻繁に行われるようになってきているという。このほか、ロイターが関係筋に確認した取引では、中国製の自動車がロシア産小麦と交換された。中国側のパートナーがロシア側に穀物で支払うよう求めたという。トランプ大統領は中国・ロシア間における企業取引に新たな金融制裁をかけたといった話はありません。ですから、今回物々交換が拡大しているよという話は、そうした実際に制裁がかけられたわけではなく、もしかしたらトランプ大統領が強力な制裁をかけるという話になった時に、自分たちがその対象になってはいけないと先回りして動いている結果です。実際に行われていない制裁に対してこのように過敏に反応するというのは間抜けなようにも思えます。ちなみにこれ中国側の企業にとってはおそらく不利のないような取引になっているでしょう。制裁を受けているのはロシア企業であり、中国企業としては別に巻き込まれたくないからこのような物々交換取引になっているはずです。では、このような取引の拡大に伴って誰が損をするかといえば、基本的にはロシア企業です。例えば、中国企業から小麦で納めなさいという話になった時に、ロシア企業は自分のところで小麦を作っているわけではありませんから、当然どこからか仕入れなければなりません。そして小麦を売る人たちというのも当然のように、自分たちの利益を乗せて企業に対して納めるわけですから、決済手段として小麦を用意するロシア企業が一番無駄なお金を支払わなければならないわけです。ロシア側としては、アメリカの制裁なんか気にせず、ロシアの通貨を受け取るよというふうに思っているでしょうが、結局中国企業もまた自分の利益が第一であり、余計なリスクを背負いたくないのでしょう。このような動きを見れば、アメリカが実際に制裁をかけるぞと言っているだけにもかかわらず、このような状況が生まれるわけですから、トランプ政権は中国やロシア企業に対してもっと積極的に制裁を行ってほしいものです。一方、EU によるロシアに対する制裁について段階的に進められることが発表されています。EU、ロシア産 LNG 輸入の段階的廃止、1年前倒し検討。EU はロシア産液化天然ガス LNG 輸入の段階的廃止を加速し、当初計画より1年前倒しする措置を検討している。日本語のニュースでは措置検討としていますが、この動画を作っている時の速報では、どうやらこれは検討から実際に決定と決まったような報道も出ていました。なお、世界のガス市場は2026年後半から供給過剰に転じると予想されている。このため、ロシア産ガスの段階的廃止がヨーロッパのガス供給への圧力となり、価格高騰を招くリスクは低下するとみられる。EU が新たな廃止時期を決定する上で追い風となりそうだ。ロシアによるウクライナへの本格的な侵攻が始まるその前の段階において、ヨーロッパは非常に多くの天然ガスをロシアから購入していました。そのためにガスパイプラインがロシアからヨーロッパへと伸び、直接的にどんどんと送り込むといった方式が取られていました。特にこの恩恵を受けていたのがドイツで、ドイツ経済はエネルギー資源として安くロシアから天然ガスを大量に購入し、それをもってして自国内における工業生産のいわば礎としてきた面があります。そうやって大量のエネルギー資源を売ってきたロシアにおいては、そこで上げた利益を貯金するといったことも行って、現在の戦時経済における軍資金に充てています。EU の制裁は段階的に進められており、ロシア側がこの制裁を回避しようと様々な手を打ってくることに対しても、次の制裁ではその制裁回避をまた潰しにかかるといったことを繰り返し行っています。最終的に完全にシャットアウトするといった方向も示しており、ロシアにとっては
ヨーロッパという巨大市場を失うことになりそうです。ただし東ヨーロッパにおけるハンガリーのような、何としてでもロシアとのつながりを確保しようとする国も残っており、ここが EU や NATO の弱点となっています。続いて EU の防空体制の強化について、無人機の壁は EU もウクライナも守っていく。EU のレーニア欧州委員会報道官は、無人機の壁、ドローンウォールプロジェクトは EU の東ヨーロッパにおける加盟国とウクライナを守ることを目的にするものだと発言した。報道官は、防衛宇宙担当の委員は、将来の無人機の壁の作業を続けると喚起し、それについては、フォンデアライエン委員長も議会への演説の際に言及した。なぜなら私たちは、ルーマニアとポーランドでの最近の出来事を見てきたからである。それらは EU が自らを守り、自衛しなければならないことを今一度強調するものだったからだ。そしてそれは当然、最前線の私たちの国々と、ウクライナの潜在的な無人機攻撃からの防御を含むものであると発言した。この無人機の壁、ドローンウォールという言葉なのですが、この言葉について最初に説明しておく必要があるでしょう。まず最初に、ポーランドとルーマニアに対して、ロシア軍の大型ドローンが飛来するといった出来事がありました。ルーマニアに関しては、ロシア軍の大型ドローンが領空侵犯を行いました。一方、ポーランド側に対しては、およそ19機の大型ドローン及びおとりのドローンが飛来し、ポーランド空軍が大慌てで迎撃するといった事態が発生しました。これに対して、当事国であるポーランドやルーマニアだけではなく、EU やもしくは NATO 全体での対応といったものを進めるべきだという話が今ヨーロッパでなされています。そこで出てきたのがドローンウォール、東ヨーロッパにおける防空体制を強化しようという話です。EU ではこの問題に対して各国の努力に任せるだけではなく、EU の予算から防空体制強化のための予算枠を設け、対応を強化するとしています。その時にウクライナ側もこの強化政策の恩恵を受けるとしています。なぜならば、迎撃するための兵器の一つに、迎撃用のドローンをウクライナに発注しようという話が出ているのです。これは現在ウクライナの戦場においては、ロシア軍のドローンを迎撃するためのドローンがすでに実際に稼働しています。ロシア側のドローンは長距離飛行して、その上でウクライナのどこかに着弾しますが、逆にウクライナ側の方は待ち受ける側ですから別に長射程である必要がありません。また攻撃するわけではなく、攻撃してきたドローンを撃ち落とせば良いわけですから、大型である必要もありません。そのために迎撃用のドローンは、攻撃側の大型ドローンに比べて費用が50分の1から100分の1だと言われています。実際にどのような迎撃ドローンが効果があるのか、実戦能力が高いのかについては、ウクライナが一番情報を大量に持っており、迎撃ドローンについても順次戦場の状況に合わせてアップデートされていると言われています。ですから、ヨーロッパの中において、なんとなくきっとそうだろうなという予測のもとに迎撃用のドローンを研究開発し、配備するのではなく、もうそもそもそのような迎撃用ドローンを実戦配備しているウクライナから、直接買った方が早いよねという話が出ているわけです。そして、発注を受けるウクライナ側にしてみれば、当然そこに商品としての利益も上乗せするわけですから、EU から発注量が多ければ多いほど、ウクライナにとっても良いわけです。だからこそ、EU が今進めようとしているドローンウォール、無人機の壁という計画については、ヨーロッパを守るためであると同時に、ウクライナ支援にもつながるというわけです。さて、続いてはトランプ大統領の動き。国内情勢全般についてのアメリカの影響力は非常に大きいものです。そして、バイデン政権からトランプ政権へと変わったことにより、アメリカの姿勢もかなりの部分が変わっています。その中の一つが、海外に対する支援については、イスラエル以外については見直しを進めようという政策です。バイデン政権ではウクライナに対して軍事支援を行っていたわけですが、現在のトランプ政権においては、主には情報支援にとどまり、それ以外については、直接的に大規模な軍事支援は行っていません。このような姿勢が他の地域にも適用されようとしています。それがこちら、トランプ氏台湾へ590億円の軍事支援は見送りか、対中関係配慮の可能性。ワシントンポストはトランプ大統領が今年夏、中国との貿易交渉や習近平国家主席との首脳会談の可能性を踏まえ、台湾に対する4億ドル、約
590億円超の軍事支援の承認を見送ったと報じた。中国はアメリカによる台湾への軍事支援に反対で、トランプ氏が中国との関係に配慮した可能性がある。報道によると、見送られた軍事支援は弾薬や自律型ドローンなどを含み、殺傷能力を高める支援内容となっていた。ワシントンポストは、トランプ政権が台湾に関し、経済が発展していることから、ヨーロッパと同様に自国で兵器購入すべきだとの考えを持っていると指摘。8月にアラスカ州でアメリカと台湾の国防当局協議が開かれ、大規模な兵器売却で合意したとしている。トランプ政権は中国の台湾侵攻に備えた対中抑止の強化を掲げるが、トランプ氏は中国に対する直接的な批判は控え、中国と良い関係にあると繰り返し主張している。トランプ大統領は台湾経済が発展しているんだから、アメリカが台湾に対して無償の軍事支援をするのはもうやめようじゃないか。必要な兵器や弾薬類があるのであれば、台湾は自分でお金を積んでアメリカから購入すればいいというような話をし始めています。確かに台湾経済が発展しているということ、それ自体は事実であり、そのことを否定するつもりはありません。問題なのはその悪影響の方がきっと大きいだろうと思えることです。トランプ大統領としては、無償の軍事支援はアメリカの企業に対してアメリカの政府がお金を払うだけであり、アメリカの利益としては不十分だなと考えています。外国の政府がお金を払ってくれるんであれば、その方がよっぽどアメリカの利益になるというわけです。単純に経済の話だけで言えばその方が正しいのですが、しかし、それによってもたらせれる外交環境の悪影響といったものは、トランプ大統領は考えていないようです。というのも、アジア情勢全般を考えた時において、アメリカによる台湾への支援の方針が変わっていくというのは、基本的には他の国々も見ていることです。例えば、東アジア情勢全般を考えた場合においては、中国の影響力拡大を歓迎していない国もあります。東シナ海においては、自分の国の領海はどんどんと広げるぞというような方針を中国は示し、それによって激しい摩擦を引き起こしています。このような中国の主張に対して、いやいや、何勝手に領海広げようとしているんだと反発する国々があるわけで、そのような国々が単独で中国と対抗するのは難しいです。その時に関係性を求めているのがアメリカであり、アメリカと中国との間において、どのようにして外交的立ち位置を築いていくかは、東アジア、ASEAN 諸国は非常に大きな課題となっています。ですから、トランプ大統領が台湾に対する支援を利益のために転換した、それだけで見れば、トランプ大統領はお金が欲しいだけなんだなというふうに見えるわけですが、アジア諸国にしてみれば、アメリカからアジア情勢に対する関与が減るんだな、支援の段階が下がるんだなというのを見れば、アメリカに対する期待といったものがしぼむというのは十分に考えられることでしょう。そして何よりも中国から見た場合においては、確実にアメリカから台湾に対する軍事支援の段階が下がったことを意味するわけですから、このようなトランプ大統領の決定は大賛成なのではないでしょうか。トランプ政権は結局のところ発足して以来、ロシアに対する強力な制裁もかけてもいないし、ウクライナに対する軍事支援もやめてしまいました。そして今度は台湾に対する軍事支援についても取りやめて、武器販売店にとどまろうとしています。こうした姿勢といったものを見れば、中国にとってトランプ政権は、バイデン政権よりもむしろ組みしやすいと考えている可能性が十分あると私は思います。ちなみに、バイデン政権下においては、台湾に対する無償の軍事支援は3000億円ありました。アメリカの国民にしてみれば3000億円分の税金が使われたというのを不満に思うかもしれませんが、日本人の私にしてみれば、アメリカから台湾に対する3000億円の軍事支援は、この地域における台湾を守るために使われたお金であり、有益なように見えます。立場によってアメリカの軍事支援をどのように評価するかは変わります。トランプ政権の今回の台湾に対する支援のあり方の変更は、この地域の安定性にとっては、私はマイナスの方向へと動くと見ています。皆さんはどのように思われるでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして情報の整理整頓更新に役立ったなと思われる方は、他の方にお勧めしたり、またこのチャンネルの活動維持のためにスーパーチャットを検討してくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。